こちらの場所は東京23区にある鉄道空白地帯になります。こんにちは、検証交通チャンネルです。ただいま東京23区にある鉄道空白地帯に向かっています。東京23区にはあらゆる鉄道が走っており、全域まんべんなく鉄道が敷かれています。そんな鉄道路線が豊富な東京23区なのですが、いくつか鉄道空白地帯が存在します。今回はそんな23区にある鉄道空白地帯を巡っていきたいと思います。ということで、東京23区鉄道空白地帯3選ということで、今回は行きたいと思います。空白地帯といってもいろいろ定義はあると思いますが、今回は駅と駅の間にあるようなそんな場所を選定してみました。なので、片側が海であるような臨海地域は除きました。早速最初の場所に向かいたいと思います。まずは小田急線に乗車したいと思います。東京23区内の小田急線沿線に空白地帯があるのと思ったのですが、ありました。5番線快速急行藤沢行きの電車に乗車したいと思います。5分ほど乗車しまして、乗ってきた快速急行から降車いたしました。そして、目的地の駅は快速急行停車しないので、こちらの駅で乗り換えをしたいと思います。ホームには急行唐北行きの電車が入線してきましたので、こちらの電車に乗車したいと思います。はい、乗車時間10分少々です。そして、電車から降車いたしました。そしてこちらの駅がまず最初の目的地の最寄りの駅になります。果たしてこちらの駅は何駅になるのでしょうか。降りた駅は成城学園駅前になります。そしてここから鉄道空白地帯に向かいたいと思います。調べてみたら歩くとかなり時間がかかるので、途中までバスに乗車したいと思います。ただいま、バス乗り場の方に向かっているのですが、成城学園駅前のバス停は慣れてないと非常に分かりづらいです。こちらのバス停から乗車したいと思います。乗るバスは多摩07系統双子玉川駅行きですね。こちらのバスに乗車したいと思います。ただいまバスから降車いたしました。乗車時間はおよそ12分ほどでした。そしてバス停は下宿というバス停になります。今回の鉄道空白地帯はここから歩いていきたいと思います。ただいま歩いている左側の、高架道路なんですが、こちらは東名高速道路になります。この東名高速道路をくぐっていきたいと思います。左手側はぶどう園です。そして、右前方にもビニールハウスが見えます。東京23区でもかなりのどかな風景に見えます。果たしてこの辺は住所的にどの辺りになるのでしょうか。
この辺りの場所は住所的には世田谷区宇名根というところになります。地図を見てみるとこのように、多摩川のすぐ近くになります。そして先ほど越えた東名高速道路もありました。この辺りはかなり静かな住宅街という感じです。先ほどの成城学園駅から、バスを使わずに歩いてくると38分ほどかかるようです。そして先ほどの小田急線沿線と逆あたりになる場所は、東急線になるのですが、一番近い東急線の駅が双子玉川駅になります。こちらも38分と出てきました。こちらの場所をもう少し大きく見てみると、このように小田急線の成城学園前と泉玉川駅、そして逆側は東急線の双子玉川駅、こちらの、間にある空白地帯となっております。ここは多摩川の土手になるのですが、おそらくこの土手あたりが、先ほどの成城学園駅と双子玉川の中間地点ぐらいになるのではないでしょうか。はい、ということで、一番最初の場所は世田谷区宇名根という場所でした。だいたい駅からは周辺 2.7 キロほど離れている場所ということになりました。この先ほどは成城学園前からバスに乗って、こちらの方に向かってきたんですが、こちらのバスを使った方が早いことが分かりました。こちらのバスは狛江駅まで行くバスになります。ちなみに先ほどいた場所から狛江駅まではだいたい3キロほどになります。はい、続きまして2つ目の場所に向かいたいと思います。こちらは西武鉄道の池袋駅の方にやってまいりました。今回の場所は先ほどの世田谷区宇名根駅より最寄り駅が、遠くなる場所になります。早速そちらの場所に向かっていきたいと思います。ここにはちょうど急行飯能行きの電車が停車しているようなので、こちらの電車に乗車したいと思います。ただいま10分ほど乗車しました。こちらは石神井公園駅になります。そして、すでに停車中の各駅停車の方に乗車したいと思います。ただいま電車から降車いたしました。そしてこちらの駅が目的地の最寄りの駅になります。池袋駅からは、およそ15分ほどでした。果たしてこちらの駅は何駅になるのでしょうか。こちらは西武鉄道大泉学園駅になります。そしてここから鉄道空白地帯に向かっていきたいと思います。今回も鉄道空白地帯まで歩いていくとかなり遠いのでバスに乗車したいと思います。調べましたらこちらバスの、2番乗り場ですね。こちらの2番乗り場から出発するバスに乗車すると、これから向かう鉄道空白地帯の方の近くに行けるようです。バス停には西武鉄道のバスがやってまいりました。こちらのバスに乗車したいと思います。はい、ただいま大泉学園駅から15分ほど乗車しました。こちらのバス停は都民農園というバス停になります。バス停の名前と、バス停の周りの風景にかなりギャップがあるような感じの場所になります。鉄道空白地帯の中心部からかなり近い位置にいるのですが、人の往来と車の往来結構ある感じです。そして、こちらの交差点をまっすぐ進んでいくと、今回の鉄道空白地帯の中心部に近づくことができます。だいぶ今回の目的地に近づいてきたのですが、左手側に郵便局があるんですが、
かな、もうちょっとかな。で、先ほどの郵便局から少し進んで、洋菓子屋さんかな、これは。こっちまで行き過ぎると違うか。この路地を曲がっていきたいと思います。この辺りで各駅の、距離を見てみたいと思います。まずは先ほどの大泉学園駅です。大泉学園駅からこの辺りまで調べてみたんですが 2.9 キロ、歩くと42分かかるという場所になります。先ほどの郵便局から少し自宅間に進んできたところで大泉学園調べてみると 3.1 キロ。他の周辺の駅も見てみたいと思います。こちらは東武東上線朝霞駅になります。 2.8 キロ。こちらまで来ると朝霞駅の方が近くなるみたいです。さらに東武東上線和光市駅 3.3 キロ。もう少し大きく、地図を見てみたいと思います。このような感じです。場所的には西武線と東武東上線の間にあるという地域になります。そして東京都と埼玉県の都県境に近い場所でもあります。ということでこの辺の場所は、練馬区の大泉学園という地名になります。この辺りが2つ目の、東京23区鉄道空白地帯になります。では最後にもう一つの場所、3つ目の場所に向かいたいと思います。こちらは JR 上野駅になります。この上野駅から3つ目の鉄道空白地帯に向かいたいと思います。果たして3つ目の場所はどこになるのでしょうか。ちなみに、今回の場所が周辺の駅から遠い一番の鉄道空白地帯になるかと思います。やってきましたのは JR 線の常磐線になります。ホームには JR 線常磐線快速土浦行きの電車が優先してきましたので、こちらの電車に乗車したいと思います。10分少々乗車しまして、常磐線快速電車から降車いたしました。目的地の最寄りの駅は、快速電車停車しませんので、こちらの駅で乗り換えをしたいと思います。ただいま地下ホームに向かっております。地下ホームから各駅停車が出てますので、各駅停車のホームに向かっております。はい、ただいま乗ってきた電車から降車いたしました。そして今回の、目的地の最寄りの駅がこちらになります。上野駅からは、25分ほどでした。果たしてこちらは何駅になるのでしょうか。到着した駅は金町駅になります。そして今回の、鉄道空白地帯も歩くと遠いのでバスに乗車したいと思います。どうやら4番乗り場から迎えるようです。4番乗り場のバス停にやってきました。こちらの系統で、最後の鉄道空白地帯に移動できるようです。時刻表を見てみると本数がかなり豊富です。この路線の沿線の方々にとってはかなり重要な路線ということがわかります。バス停にやってきた京成バスのバスに乗車したいと思います。ただいまバスから降車いたしました。乗車時間は12、3分というところです。そして降りたバス停なのですが、水元5丁目という場所になります。
今回の鉄道空白地帯はもうバス停から降りたすぐが、鉄道空白地帯となっています。なのでこの辺の住宅街が、一番今回の最後の鉄道空白地帯となっております。住所的には、葛飾区水元になります。おそらくこのバス通りからちょっと入った住宅街、この辺がおそらく鉄道空白地帯の中心部になるとは思うのですが、少し調べてみたいと思います。そして Google マップで調べてみました。ここの場所が先ほどの金町駅より3キロ離れている場所になります。そして、もう一つの場所は、こちらはつくばエクスプレス線八潮駅、こちらも3キロ離れております。そして、この辺の周辺地図をもっと大きくして見てみたいと思います。場所はこのような感じです。常磐線の金町駅、松戸駅、そしてつくばエクスプレス線の八潮駅と、各駅から遠い場所が、この辺りになっております。こちらの川が東京都と埼玉県の都県境にあたる川になります。先ほど降りたバス停からは1分ぐらいです。ということで今回は東京23区にある鉄道空白地帯3つの場所を訪れてみました。一番最初は世田谷区の宇奈根、2番目は練馬区の大泉学園、そして3番目は葛飾区の水元で、今回は鉄道空白地帯をお届けしたのですが、今回紹介した鉄道空白地帯で一番最寄りの駅が近い、世田谷区の宇奈根が、一番行きづらかった場所かなと個人的には思いました。今回のこの葛飾区水元、そして先ほどの、練馬区の大泉学園、こちらはバスの本数が多いので割と移動しやすいと感じました。では東京23区鉄道空白地帯3選の動画を終わりにしたいと思います。